すべてはこの話から始まった。そういえばさ、これ新鮮ネタで、まあ許可もらってるからいいか。本当に新鮮ネタなんだけど、あの、ある場所ですごい、事件が多いんだって。で、その事件っていうのは何なのかなっていうと、まあ、世間一般にある、離婚しちゃったとか、自殺しちゃったとかってあるじゃん、やっぱり。それが、ある一つのルートのその場所だけは、ものすごく事故が多くて、そこが多分入り口、まだ行ってないから、あれなんだけど、入り口に多分なってんのよ。こう、怪奇現象が起こる入り口ね。その入り口から、その一帯を一応お祓いはしたんだって。不幸ばっかり起こるんでって。一人目の神主さんが一生懸命やったと。だけど、なんか違和感があって、これは、もう一回ぐらいやった方がいいんじゃないかと思って、二人目にまた頼んだんだって。で、二人目に頼んだ時に、わずかながら、ちょっとは改善したのかなって思ってたらしいんだけど、それはまあ、つかの間の話で、今度はね、自分がほら、払い清めするとか、いろんなことをやったわけじゃん。そしたら、そこの一帯の、まあ、いろんなものたちが、今度はそこにめがけてね、わさーって、わさーって寄ってくるのがわかるんだって、その人。で、なんだろうって気持ち悪いなって、誰かの視線を感じるとか、そういうことが今ちょっと日常起こり始まったんだっていう話だったのに、そこ行ってもいいですかって言ったら行ってもいいよって。行く。行きましょう。ということでですね、うん。急遽決定、立原さんと行くうん。除霊プラスになりますかね。心ね霊スポットと呼んでいいのか、これ動画でおえ、伝えしようかなと思っています。はうん。い。我々ボーダーレス TV 取材班はより詳しい話を聞くために立原美幸さん宅に向かった。立原美幸さんに相談した内容はこの話ではなかったとのことだが、まずは相談者から聞いたお話を改めてお伺いする。一体その町に何が起こっているというのだろうか。到着早々、鑑定部屋でお話をお伺いすることにした。私はいろんな心霊相談めいたものをちょっとやってるんですけれど、この方からのご依頼っていうのは、直接何かをしてくれっていうわけではなくって、こういうのがあるんですっていうお話でね、いただいたんですけれども、自分がちょっとお仕事の上でね、こう場所的なものっていうのがあるんだけれども、そこで様々なその霊現象のようなものが頻発してどうしようもないと。で、体調も悪いらしくて、でも私的に体調はお医者さんの領域でしょって言ったら、いや、そういうことじゃないんだと。具体的にお化けが出るとかなんかっていうことよりも、とにかく人との縁、そういうものがどんどん悪くなると。その人との縁が悪くなることから霊現象みたいなのってまず始まるんですよねっていうか、それはありますけどねって。その地域のことも一応含めてお話をすると、例えば自殺者が多いとか、病死、離婚、それから人間関係トラブルが多いとか、とにかく普通ではないということなので、じゃあ一度、その地域をさらっと見せていただいてもいいですかっていうことで、じゃあ名前とかね、その場所はお仕事の都合上、ちょっと困るっていうことなので、じゃあさらっとね、そのあたりを見学じゃないけれども見ながら、何が原因なのかを探ってみましょうということで、許可をいただいたということでね、ちょっと行かせていただくっていうことで、で、なんだろうね、予兆じゃないけど、大概いろんなことあるんだけど、ほんのね、到着する30分ぐらい前に、
準備をしながら、こう、リビングでテレビを見てたら、キッチンのところにね、こうちっちゃなハンドタオルがあるんだけど、それがぶら下がっているやつが、ハンドタオルをね、ふわっと持ち上げて、で、その後3つだけね、ピンチあるでしょ、挟むやつね。あれが、プラ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 って揺れたんだよね。もうこれは完全になんかあるぞと。話を聞いた我々取材班は、ひとまず現地へ直行してみることにした。現地まではかなり遠く数時間かけて向かう。果たして我々一行を待ち受けている霊とは何なのだろうか。出発してから立原さんの表情がずっと険しい状態が続いている。数時間後、目的地まであと数十分のところまで到達した。一体何を感じ取っているのだろうか。どうですか、なんかもう感じてますか？ねえ、今回は本物かもしれない。本物。今回は本物かもしれない。立原さんの口からそんな言葉が漏れた。おでこに違和感がある時には何かがあるのだという。現場付近に到着したが、今回は調査だけという話なので、相談者の自宅周辺を見て回ることにした。初めて来た土地で相談者の案内もなく、車で一通りの道を見て回る。ナビを見ながら車で道を進んでいく。そうしていると気になる道が現れた。右と左を交互に確認し、原因になっている場所を探していく。見慣れぬ土地を眺めているわけではなく、そこにある何かを探しているのだ。果たしてどのような結果が待ち受けるのか。車で調査し始めること数十分。とある道筋を走らせていると、立原さんが何かを発見した。あ、ちょうどほら裏手に来たじゃん。なんと最初の目的地の裏手の場所に到着したのだった。そしてその場所には公共の駐車場がたまたまあったという好条件で、我々取材班はその駐車場を拠点に歩いての調査を試みることにした。立原さんが先陣を切って歩き始めた。この状態になった立原さんを誰も止めることはできない。いくつもの通りを歩き、さまざまな場所を確認していく。するとその時、なんとそこには排水のためのドブがあった。これが原因なのだろうか。発見したものを確信へと変えるためか、入念に近くを散策し始めた。やがてその入念な調査は確信へと変わる。何かを確信した立原さんは原因を告げるわけでもなく、車の方へ引き返し始めた。一体何が起きているのか、車の中で見えたものを語り始める。あそこの後ろの水が流れてるとこあるでしょ。そこに浄化槽があるでしょ。建物の後ろが、あそこが浮上の水が溜まってるんで、浄化槽だから、汚れた水とかがいっぱいこう溜まってる場所、集まってくるよ。だから、この家がどうのこうのっていうより、一帯が、もし、霊気が強くなれば、当然、霊現象とかそういうものがあってもおかしくない。浄化槽があるから霊が集まるっていうんじゃなく、水の流れとか、その気の流れがこう止まっちゃってんだわね。建物と建物の間に汚れた水の流れとか、そういうものでこう溜まりやすくなって、それを通り抜けるような道がないんだわね。そこにダーンって溜まってしまって、液体を扱うところと水が集まるところなので、特に位置に集まるっていうね。で、多分霊能者と呼ばれる人たちが何回やってもこれ結果一緒。1回や2回その時に払ったとしても、また集まってきて同じようなことを起こすし、じゃあこればっかりは、誰が何やっても同じことの繰り返し。どうしようもない。綺麗にしとけばいいんだけど、さっき見た通り、ちょっとこう、別にもう綺麗に掃除はしてなかったみたいな。もちろんそれやったからどうなんていうより、
どうだろうな。仮になんかお社建てたところで、あんまり意味ないと思う。なんか対応することができるとすれば、どういうことで？対応策ね。何で対応策？対応策に関しては生半可なことは言えない手前、なかなかすぐには浮かんでこないようだった。実際ここに来たのは調査目的だけであって対処を依頼されたわけではない。しかし霊能者としては軽はずみなことも言えない。その中で対応策を考えていただいたが、やはりすぐには考えつかないようである。止めることできんのかな。多分できないだろうな。ずっと同居していくしかない。しかないかも。うまくやれば商売繁盛になる。うまくやれば。人を集める。霊イコール悪じゃなくって、霊は人恋しいから客がどんどん入るようになる。だからそういう方向性で考えていく方が合理的かもしれない。そのための方法論としてはどういう？まあちょっと考えないといけない。考えないといけない。すぐにこうしなさいっていうのは多分出てこない。出てこない。この人たちが、まあ例えば考え方なんだけど、そんなないよって言われてしまえばそれで終わるし。ただそれを引きずる人が一人でもいれば、そこのアンバランスなので完全否定をしてくれるか、それとも受け入れて共存するんだからなりにやるか、どっちか。例えば共存しましょうっていう時には謙虚な気持ちで、まあそういうものがあるよねっていう程度で構わないんだけど、盲信する必要もないし立て祀る必要もないんだけど、そんなものがないっていう人と、いやそんなものがあるんだ、困ってんだっていうのがずっと噛み合わないと、こっち側もどうしていいのかわかんない。その辺でね、解決の糸口になるのは、まず家族の意見が一致して尊ぶものにするのか、それとも完全拒否するのか。ただ動きとしてはここに凝り固まってることは凝り固まってる。っていうことなんですね。そう。これをきれいに解除してあげりゃいいことだけど、また結局溜まってくるからね。その繰り返しになるので、定期的に気を抜いてあげなきゃいけないっていう作業はあるけれど、それを教えるべきか教えざるべきか、信じてない人にとっては無意味なことだから教える必要ないし、本当に要相談だよね。本人がどうするか、どうしたいか、それによって対応策は全く違う。条例などの依頼をされているわけではないため、これ以上のことは何もできないという立原さん。現在の状態では力になれることはないという。まだないね。そんなもんないよって言われればその通りにしてほしい。本人もね。でもどうしてもそれがこういう現象あるじゃないかっていうのであれば、それなりに対応してほしい。これ言っていいのかどうかわかんないけど、霊能者が全部できることできないことってあるから、まずはご家族の意見が一致するかどうか、そこからいかないと多分何もできないし、バカバカしいと思っている人がいると、せっかくやったことがもうゼロにされるんで、どう考えるかっていうところですか今ね。回の調査で分かったのは以上のことであった。依頼を受けていない手前もあり、これ以上のことができないのが悔やまれる。しかしヒントはいくつか出ていた。これをどう扱うか、どう転換させていくかは相談者次第となってくる。その後の行方は今現在どうなっているのかわからない。より良い方向へ向かっていけるかどうかはちょっとした心構えと気持ち次第なのかもしれない。今回の調査と結果は今回のケースに限り起こっていたことで、全ての町や土地、水辺で起きているわけではないことを付け加えておきたい。